サーキュレーターってなんか流行ってるみたいだけど、そんなにいいものなの？そんな疑問にお答えすべく、今回も調べてきました。今回は扇風機とは違って冬の時期でも大いに活躍するサーキュレーターについて解説していこうと思います。それではどうぞ。メーカー比較をする前にサーキュレーターの使い方について簡単に触れておきます。サーキュレーターにはいくつかの使い方がありますが、メインの使い方はエアコンと併用して空気を循環させることです。扇風機のような使い方は騒音や風質から向かない家電です。エアコンを使ってもなんか効きが悪いなぁだとか、冷房でも暖房でも足元寒いなぁって感じたことはありませんか？そういった時は部屋の温度が均一化されていないことが原因かもしれません。ご存知の方も多いと思いますが、空気は暖かいと上昇し、冷たいと下降する性質を持っています。そのため部屋の中の空気はこのように床付近と天井付近で温度差が生じています。これら温度差のある空気を混ぜ合わせて温度を均一化することに特化したものがサーキュレーターです。全然関係ない話ですが、シャチパンは高校生の頃、担任の教師に他の生徒に悪影響を与えるからあまり混ざらないでほしいと真顔で言われたことがあります。シャチパンは酸性洗剤か何かなんでしょうか。なお、ここまで聞くと扇風機でもサーキュレーターの代わりができそうな気がしますが、扇風機との大きな違いが2つあります。1つ目は風質です。扇風機は直接人に風を当てることを目的としていますので、拡散性のある風で心地よさを重視しています。一方、サーキュレーターは空気の循環を目的としていますので、羽が小さく力強い直線的な風を生じさせます。扇風機と異なり、風の届く距離も長いのが特徴です。2つ目は高さです。サーキュレーターは扇風機と違って背が低いものが多いですが、これは床付近の冷たい空気をかき混ぜるためです。扇風機をサーキュレーターとして使えないこともありませんが、効果は専用機であるサーキュレーターには及ばないでしょう。さて、サーキュレーターの役割は分かりましたが、そもそも空気をかき混ぜないと何が起こるのでしょうか。まず、夏でも冬でも足元の冷えが軽減されます。床に溜まった冷えた空気がうまく攪拌され、室温が均一化されるからです。それからエアコンが効率的に運転できるようになり、節電につながります。エアコンには温度センサーが搭載されていますが、天井付近に暖かい空気が停滞することから、夏は設定温度を下げないと、冬は設定温度を上げないと適温にならないことがあります。サーキュレーターにより空気をかき混ぜ、部屋の温度差を減らすことで、より設定温度通りの運転ができるようになります。エアコンは設定温度1度で約 10% の電気代の節約となりますし、サーキュレーターとの併用で1日10円程度電気代が安くなったというデータもあります。これは積極的に使っていきたいですね。データといえば、足元の寒さに弱いシャチパンは夏よりもむしろ冬の方が重宝したというデータもあります。設置の仕方は夏と冬でそれぞれ2つの置き方があります。夏の置き方1つ目はエアコンと反対側に配置し、エアコンに向け運転させる置き方です。エアコンの冷房は天井付近に送風しており、壁に当たり落ちてくるため、ちょうど落ちてくるあたりに配置すると良いでしょう。2つ目はエアコンの下に置き、水平もしくはやや床向きにします。この置き方でも冷気を攪拌することができますし、他の部屋に向けることで冷気を送ることができます。冬の置き方1つ目は夏と同じくエアコンと反対側に配置し、エアコンに向け運転させます。天井付近に停滞しがちな暖かい空気を攪拌させます。2つ目はエアコンから少し離れた位置に置き、真上に向けて運転させる置き方です。
床付近に溜まりがちな冷気を天井付近に押し上げ循環させます。エアコンの暖房は床に向けて送風しているので、その送風路を阻害しないよう少し離れたところに置きましょう。ただし、空気の循環効果はエアコンの設置場所、間取り、家具によるところも大きいので、ご自宅の環境ではどこに置くのが最適か、いろいろ試してみるのが良いでしょう。また、サーキュレーターには部屋の空気の循環以外にもいくつか使い方があります。例えば、洗濯物の部屋干しです。洗濯物の水分が重力で下に溜まっていくので、背の低いサーキュレーターは洗濯物の下から風を当てることができ効果的です。首振り機能でまんべんなく風を当てると良いでしょう。それから換気もできます。サーキュレーターは後ろから取り込んだ空気を前方へ出すので、窓に向かって運転させることで室内の空気を排気することができます。例えば部屋で焼肉をした際の匂いをより早く排出できたり、夏の帰宅時、部屋に熱気が溜まっていた際、まず熱気を排出してからエアコンをつけることで電気代が節約できます。また、逆に窓から室内に向けて運転させることで、外の新鮮な空気を室内へ取り入れる吸気もできます。このように1台でいろいろできるのがサーキュレーターです。では、前置きがいつも通り長くなってしまいましたが、各社の比較をしていきます。それでは早速大手4社、アイリスオーヤマ、ヤマゼン、ボルネード、バルミューダの比較をしていきましょう。今回の比較項目は、モーター、適用畳数、首振り機能、価格、口コミ、レビューサイトの満足度の6項目で比較していきます。まずはモーターです。モーターには AC モーターと DC モーターというものがあります。構造の詳しい説明は割愛しますが、DC モーターの特徴は AC モーターと比較すると電圧制御がしやすいために回転数のバリエーションが多いこと、モーターの回転するローター部に永久磁石を用いている分、省電力であることです。静音性に優れているという話もありますが、羽の風切り音も大きいと思われますので、羽の形状による差はあれど、モーターによる影響はそこまで大きくないでしょう。ただし、回転数のバリエーションのある DC モーター機は微弱運転ができるので、この点で DC モーター機を選ぶ意味はあります。AC モーター機はだいたい弱中強の3段階調節ですが、DC モーター機は8から10段階程度のものが多いです。それから価格が少し高めです。AC モーターのサーキュレーターが数千円ならば、DC モーター搭載機は1万円前後からのイメージです。今回ご紹介するメーカーでは、バルミューダを除いて両方取り扱いがあります。次に適用畳数です。適用畳数は DC モーター機と AC モーター機で異なりますので、分けて記載しています。適用畳数は大きければ大きいほど空気の攪拌性能が上がるので、実際の部屋より大きめのものを選ぶのがおすすめです。ただし、攪拌性能が高くなると、一般的に本体も大きくなります。サーキュレーターは小さめなものが多いですが、よりコンパクトなものをお探しであれば注意が必要です。なお、40畳以上のモデルはオフィスなどの業務用向けか、天井人用の広いリビング向けでしょう。こうして比較すると、アイリスオーヤマ、ヤマゼンのラインナップは似ており、だいたい20畳クラスまでが AC モーター、それ以上が DC モーターという豊富なラインナップです。パナソニックなどの大手メーカーが撤退した今、国内シェアの大半を占めている人気のメーカーです。ボルネードは世界で初めてサーキュレーターを製造したアメリカの人気メーカーです。70年近い歴史があり、風の力強さには定評があります。適用畳数のスペックも日本の測定方法とは異なり、アメリカのサーキュレーターの測定基準に基づいて測定されています。そのため、同スペックのように見えても、
ボルネードのサーキュレーターの方が高性能でしょう。少し前までは風の力強さが売りで、口コミでは弱運転でもうるさいという意見がありましたが、最近はラインナップを DC モーター機に置き換えている動きがあり、隙のないサーキュレーターとなっています。風量調節も他社は10段階前後ですが、ボルネードは99段階、あるいはそれ以上あります。バルミューダは他社と比べると2ラインナップと少なめな展開です。続いて首振り運転です。アイリスオーヤマ、ヤマゼンはラインナップも豊富なこともあり、可動域がモデルによって差があります。首振り運転が必要な方は確認した方が良いでしょう。なお、アイリスオーヤマは上方向90度、つまり真上に向けられるモデルはありますが少なめです。一方、ボルネード、バルミューダは上下のみ手動で調節が可能です。自動首振り運転は非対応です。これは部屋の空気を効率よく循環するにあたり、首振りが不要だと考えているからです。壁や天井に強い風を当てると、周囲の空気を押し出し、押し出された空気は天井や壁を伝わり、部屋を一周して戻ります。この大きな空気の流れを利用するにあたり、首を振ると空気の流れが攪拌はしても乱れてしまい、効率的ではないのです。首振りがないことによって洗濯物の部屋干しには向かないでしょう。続いて価格です。こちらも各社の DC モーター機と AC モーター機を分けて紹介します。各社の大体の価格イメージを記載しています。こうしてみると、アイリスオーヤマとヤマゼンはお安く、同価格帯。オルネードやバルミューダは2倍程度価格が違います。サーキュレーターがどのようなものか試してみたいって方は、まずはアイリスオーヤマやヤマゼンの求めやすい AC モーターモデルを使ってみてもいいですし、この価格差なら適用乗数の大きい DC モーター機を初めから選んでみても良いと思います。各モデルの価格詳細については概要欄にも記載してありますので、後で参考にしてみてください。続いて口コミです。アイリスオーヤマは何といってもコスパが好評でした。一番安いモデルは数千円から購入できます。また、ラインナップも豊富で好評でした。悪かった意見としては、真上を向かせられるモデルは一部なので、真上を向かせる使い方をしたい場合は、事前に確認をした方が良いでしょう。次にヤマゼンです。ヤマゼンもアイリスオーヤマ同様、コスパが好評でした。実際この2社の国内シェアはかなり高いかと思われます。また、工具不要で丸洗いできるモデルが多くあり好評でした。お手入れも重要と考えている方におすすめできます。また、温度表示ができるモデルもあり便利という声がありました。悪かった意見としては、各社そうですが少しうるさいという意見がありました。続いてボルネードです。なんといっても風力が好評でした。空気の循環に関しては最も効果を感じたという声が多かった印象です。また、一部のモデルデザインがレトロで良いという意見がありました。確かに昭和を思わせるどこか懐かしいデザインです。悪かった意見としては、AC モデルが弱運転でも少しうるさいという声がありました。それから鉄製のデザインのものが日本の硬質な環境において錆が発生してしまった。価格が高いという意見がありました。次にバルミューダです。デザインを褒める声が圧倒的に多かったです。ちょっとおしゃれなインテリアのようなデザインです。また、20畳モデルだけですが、付属のバッテリーを購入することでコードレスとなるのが良いという意見がありました。コードはやはり煩わしいので、取り回しが良く、他の部屋への持ち運びもしやすくなります。悪かった意見としては、まずは価格が高いという意見が多かったです。付属のバッテリーも1万円近くしますので、これも不評でした。それから DC モーター機でありながら、
風量の調節が4段階しかなく、もう少し調節数を増やしてほしいという意見がありました。最後に満足度です。これは現モデルから数個前のモデルまでを対象とした5点満点の満足度平均点数です。比較してみると、アイリスオーヤマ、ヤマゼン、ボルネードが同じくらいの点数でしたが、わずかにヤマゼンが最も高い点数でした。コスパも良く、メンテもしやすいと好評でした。一方、バルミューダはデザインが非常に好評なものの、使い勝手と価格という点で他社より少し見劣りしてしまった印象でした。さて、まだご紹介できていない項目はあるのですが、各社の特徴をざっと比較してみました。価格とも相談ですが、コスパの良いオーソドックスなサーキュレーターをお探しであれば、アイリスオーヤマ。同じくコスパが良く、お手入れのしやすさ、温度表示に魅力を感じた方はヤマゼン。デザインが良く、コードレスに魅力を感じた方はバルミューダ。サーキュレーターに本来必要な風力重視で、部屋の空気循環を積極的に行いたい方はボルネードが候補でしょうか。今回ご紹介した内容を踏まえつつ、量販店などで最終確認をしてみてください。最終確認では、本体の大きさや静音性、それから今回取り上げられなかったリモコンの有無、タイマー機能なども必要であれば確認しておくことをお勧めします。最後になりますが、本機をお持ちの方でご意見や使用感などもしございましたら、ぜひコメント欄にいただければなと思います。さて、今回の動画はこれで終わりです。扇風機と違い、夏以外にも大いに活躍できるのがサーキュレーターのいいところですね。シャチパンもサーキュレーターの風に乗って会社のないどこか遠くの世界に飛んでいきたくなる日があります。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね